はい、こんにちは。ビライフのマリコです。今日は歪みを整えるヨガを行っていきます。骨盤調整や肩こり、腰痛の改善、そして姿勢を整えたい方にとてもおすすめです。ゆっくりと丁寧に進めていきますので、初心者の方にもおすすめです。ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは四つん這いの姿勢から始めていきましょう。さあ、両手は肩の下に手首をセットし、膝は股関節の下へ。吸う呼吸で胸を広げたら、吐きながら腰背中を丸く丸めてだらーんと頭を取らします。繰り返します。吸って胸広げ、吐いて両手軽くマットを押して背中を丸く、肩甲骨の内側にも伸びを感じ、吸う呼吸で胸前、吐いて緩めて丸くなります。キャット&カウ、あと2回ほどいきましょう。さあ、まずは体の軸となる背骨と骨盤の動きを意識的に行っていきます。ご自身のペースで構いません。切りのいいところで背骨をまっすぐニュートラルに戻したら、吸って右手を上に高く持ち上げ、胸を広げ、吐きながら右の手左の脇の下くぐらせて遠く引っ張っていきましょう。右の頭リラックス、マットへと下ろし、吸って左手上、吐きながら腰の後ろ側にくるっと巻きつけていきましょう。針の糸通しのポーズです。さあ、できるだけ背中全体をリラックスさせて、呼吸と関係が深い胸や背中周りの筋肉をほぐしていきます。それでは左の手をお顔の近くについて、その手床を押して、右の手を前にまっすぐ差し出して指先ちょんと立てます。そのまま右の脇の下を沈ませながらゆらゆらっと上体を左右に揺らして、肩周り、脇の下あたりもしっかりストレッチを加えておきます。はい、では四つん這いから反対側行きましょう。吸って左手を伸びやかに上に持ち上げます。胸の広がり感じたら左の手を下ろして右の脇の下くぐらせて遠くについていきましょう。左頭リラックス、安定していたら右の手を上から吐きながら腰の後ろ側に巻きつけて針の糸通しのポーズです。さあ、デスクワークなどで凝り固まりやすい腰痛や胸椎周りをしっかりと緩めていきます。背中の柔軟性も高まり、背骨の歪みを整える効果が期待できます。はい、それでは右の手をお顔の近くについたら床を押して、左の手をまっすぐ前に伸ばしてハンズカップ。さあ、そのまま左脇沈めながらゆらゆらと上体を揺らして、さあ、脇の下や肩周りのこりを解いていきましょう。はい、では上体を起こしたら膝立ちになります。さあ、正面画面の方に向いていきましょう。対面の説明になります。右の膝を立てて膝90度。さあ、そのまま骨盤ごと大きくゆったりお尻で円を描くように回していきましょう。さあ、大げさなぐらいにね、お尻を大きくゆったり動かしていきましょう。切りのいいところで反対回しを行っていきます。さあ、股関節からしっかり動かしながら骨盤の歪みを整えやすくしていきます。はい、では中心で動き止めたら膝の上にまっすぐ立って右足伸ばします。左手上から吐いて伸ばす足の方に体を傾けます。さあ、左側体側に大きな広がり、心地よい伸びを感じましょう。
かぬきのポーズ。さあゆったりとした呼吸を繰り返したら、上体をゆっくり起こして左の手を肩の下、右の手を頭上まで運んでいきます。半円のポーズ。さあ背骨を長く伸ばしたまま右の足を後ろに突き直して、さあ胸を広げます。ぐーっと右手も少し後ろに引っ張ると体の前側をしっかり伸ばすことができます。持てる方は右の足首をキャッチして、さあそのまま足で手を押すようにし、股関節の前側もしっかり伸びを感じておきましょう。腸腰筋がぐーっと伸ばされていきます。はい。ではゆっくり元へと戻していきましょう。反対側いきます。右の膝立て。さあ左の膝は横に向けておきましょう。膝90度。さあそのままぐるぐるっとお尻で大きな円を描くように、さあ股関節を意識してしっかり回していきましょう。さあ股関節を回すことでお尻周りの筋肉もほぐれやすくなっていきます。気分のいいところで反対回しも行っていきましょう。さあ大げさなぐらいに骨盤をぐるっと前も後ろも左右もゆっくり動かしていきます。はい、では切りのいいところで左の足横に伸ばしたら、右の手を上、吐いて体を緩やかに傾けて体側に伸びを感じます。さあこのポーズは骨盤の傾きと背骨の歪みを同時に整える効果が期待できます。呼吸の心地よさも味わいましょう。では上体を起こしたら、右の手を肩の下について左の手は頭上遠く。さあ伸ばしている足と腕を遠く引っ張り合いっこして、さあそのまま伸ばしている足を一歩後ろにずらして、上の手も少し後ろに引っ張るように胸を突き出して、持てる方は上の足首をキャッチしてぐーっと後ろの足は手を押すように左の腸腰筋の伸びを感じます。できる範囲で構いません。一歩前のポーズでも大丈夫。はい。では足をほどいたら両手を前について右の足を前にずらしてゆっくりお尻を後ろに座らせていきます。はい。では座ったら右の膝を中心に運び、左足を上からぐるっと引っ掛けて両膝を重ねていきましょう。お尻浮いちゃう方は膝を外にずらして構いません。さあ土台安定したら吸って右手上から吐いて肘を折り曲げます。さあ左の手で肘を上から押していきましょう。さあ頭でも上の腕を押し返すように右の上腕三頭筋のストレッチ。左の手を横に伸ばしたら腕の付け根からぐるっと内巻きにしてカクンと肘を折り曲げ後ろに回します。そして後ろで手をつなげられる方はつないでいきましょう。背骨丸くならないようにしっかり胸開いて吐いて上体前。両手ほどいたらリラックスできる位置に腕を下ろして力を緩めていきます。腰や背中もリラックスして呼吸を繰り返しましょう。さあお尻周りがじわじわとほぐれていきます。さあ骨盤の歪みを整えるのにとても効果的なポーズです。それではゆっくり上体を起こしたら足を取り替えます。今度左の膝を中心へ、右足を上から引っ掛けてつま先リラックスです。さあ土台が安定したら
左の手をすっと上に伸ばして肘を折り曲げます。さあ右の手で肘を軽く押しながら、さあ左の二の腕あたりに伸びを感じます。さあしっかり胸も開いていきましょう。さあそのまま右の手を横に伸ばして腕の付け根からぐるっと内巻きにします。そのまま肘カクンと曲げたら後ろ側、手をつなげたら手をつないでいきましょう。さあ胸をしっかりと広げていきます。手がつなげられなくても大丈夫ですので、無理のない範囲で行ってください。吐きながらゆっくり上体前です。両手だらんとつけやすいところに下ろして、そのままゆったり呼吸を繰り返しましょう。お尻周りがじんわりとほぐれていきます。さあ腰の疲れや背面のだるさも解消できるポーズです。はい、ではゆっくりと上体を起こしたら、足を前に伸ばしてゆらゆらと足の付け根をリラックス。そのまま両足を V の字に広げて足首しっかり折り曲げていきましょう。背筋長いまま上体を前に倒します。床に肘をつけられる方は肘をついていきましょう。さあここでは太ももの裏側、ハムストリングスを意識的にストレッチしていきます。骨盤を正しい位置に戻しやすくしていきましょう。足の疲れやだるさも解消できるポーズです。はい、ではゆっくり上体を起こしたらあぐらの姿勢になります。最後両手を後ろで指をつないでぐーっとその腕を後ろに引っ張り、胸は前に突き出していきましょう。肩の位置を正していきます。はい、ではそのまま吸って両手を横から上に合わせて、吐いて胸の前に下ろして合掌し終わりにします。今日も一緒にヨガをしていただきありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。この動画良かったよという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。